イヤホーみんな息してる息しかしてない時丸です。こんにちは。はい。ということで今日3月の買わないものチャレンジの結果発表していきたいと思います。で、今年から始めたんですよね。物を買わないチャレンジっていうので、なんとなくそれをやり始めて、なんとなく1月からですね、買ったもの紹介みたいなものを月に1回ちょっとやるようになってるんですけど、本当に物を買わないことをチャレンジするっていうことも、目的の一つではあるんですけど、でもやっぱりどうしても必要なものっていうのは買ってしまうので、だからやっぱりその記録するっていうかな、自分がその動画にすることによってそれを記録して把握していくっていうことが、目的。で、それによって、そのプロセスみたいなものを、ちょっと皆さんと共有できたらいいかなと思ってます。はい。で、結構覚えてるんですよ。だから記録することによって、1月は何も買いませんでした。一応成功って感じになるんですけどね。で、2月は4つ買いました。デスク周りのね、自分のちょっと仕事関係のものをアップデートしました。で、3月は結論言うと、動画紹介してるビボベアフットのシューズですね。靴です。それを買い替えてます。はい。だから、そういうふうに、今パッと結構出てくるというか、自分が動画撮っているっていうこと、買ってるものがそもそも少ないっていうこともあるんですけど、そういうふうに毎月記録していることによって、結構明確なんですよね。何を買ったかっていうのが。で、数も、だから2月は4つ買ってるでしょ。で、3月は1つなんですよ。だからもう合計5個ですね。今年に入って5個物を買ってると。で、消耗品とか、あと本とかはこれ除いてます。はい。それあげるともう切りないというか、それはもうむちゃくちゃ買うので、食料品とかね、そういうものとか、あと書籍系、本関係は除いての今回話なんですけど、で、今回は3月はビボベアフットのシューズを買ってしまったと。で、ちょっとレビュー動画というか、ちょっとビボの話を久々にしている動画も上げてるので、詳しくはですね、そちらを興味ある方はご覧ください。で、一応ちょっとシューズ見せておきますね。はい、一応これです。はい、こんな感じ。見せてるね。はい。で、プライマストレイルニットっていうモデルで、実際、もうこれでね、同じものを3足目です。同じモデルをずっと3回買い続けてるって感じですね。はい。つまり、リプレイスというか、ワンインワンアウトで、古いものはもう処分して手放して、これを入れてるので、自分の持ち物の総数は変わらないということになります。で、買い替えの理由としては、やっぱり痛みの限界が来たからっていうことなんですけど、もう去年のね、11月ぐらいからダメージは結構あったんですよ、前のやつは。で、もうつま先の部分が割れてたりとか、で、もうソール、かかとの部分とか、あと裏側の、つま先の部分もだいぶ減っていて、もう限界かなっていう感じがしていたんですけど、なんとかごまかし、去年からずっと履いてきて、なかなかその靴を処分するタイミングって結構難しくないですか？皆さんどういう風なタイミングで処分してますかね？穴が開いて、僕のは実際もう穴開いてたんですけど、でもね、つま先の部分の穴だから、完全に足が見えるっていうほどでもないんですよね。外側のカバーのチップみたいなものが剥がれて、中身のインナーの構造がちょっと剥き出しになるみたいな状態だったので、足が見えるっていう穴ではなかったんですよ。だから多分、雨とかは結構染みるんだろうけど、履けなくはないっていう状況だったんですよね。で、ソールに関しても、すり減ってはいるんだけど、なんとなく履けると。グリップ力は若干弱まってるかもしれないけど、まだいけるかなっていう感じだったんですけど、なんとなくね、やっぱり、履いていて、わかりますよね。なんとなくずっと同じ靴を履いてると、調子悪いなっていうか、そういうタイミングが来たんですよね、ちょうどね。それが2月後半ぐらいに来て、で、もう3月に入ってすぐ買い替えたっていうふうな今回、そんな、
経緯になっています。で、靴とか服っていうのは、基本的に消耗品の捉え方をもう僕はしていて、で、もちろんね、その作品的なね、なんか服とか、結構ブランドのマスターピースみたいなものっていうのは、その一生ものっていう考え方はあるんですけど、やっぱり、僕、が着るような、日常的な服っていうものは、基本的にはもう消耗品的な考え方をしています。で、それでも、この間コメントもいただいたんですけど、結構品質にはこだわっていて、物が少ない、持ち物が少ないからこそ、いいものを使うことによって、メリットがいろいろ出てくると。で、それはやっぱり、日々もうずっと着ているから、で、しかもそれしかないっていう感じになるので、やっぱりその着心地の問題がまず出てくる。いつもいい着心地の状態のものに包まれている。そうすることによってなんとなく気分も良くなるっていうね。それがまず一つ。で、あとは、やっぱりその品質っていうか、製法が良かったりとか、仕立てが良かったりすると、洗濯とかをしても傷みにくいんですよね。結構へたりにくいっていうのがあって、で、そのアンダーウェアとかもそうなんですけど、下着とかもですね、数が少ないから、洗濯の頻度が結構上がるっていう問題はやっぱあるんですよ。で、これ多分持ち物が少ない方は、同じような悩み抱えているとは思うんですけど、なので洗濯はバンバンしなきゃいけないんだけど、それでも、へたれない服を選ぶっていうのかな。だからある程度、やっぱりちゃんとしっかりしたものを選ぶと、結構な洗濯にも耐えることができると。で、私も実際もう、2日に1回とかバンバン洗濯してますけど、ほとんどね、そんなに着崩れることなく、1年ぐらい、1年半ぐらいは使えるかなっていうね。で、物によっては、やっぱそのアウトドアブランド系の T シャツとかっていうのは、1年半とか2年とか、持つ場合が多いですね。やっぱりなんか、面でさ、結構、テロッテロのやつなんかは、この辺がよれてきたりするんですけど、このね、太郎さんからね、スポンサーいただいてるね、これも結構ね、やっぱむちゃくちゃいいですね。もうずっとこれしか着てないですけど、で、洗濯してもなかなか痛みもなく、で、よれることもなくね、まだ着続けられているって感じなんで、やっぱり消耗品でありながら、消耗品っていう捉え方をしながらも、やっぱ少ないからこそ、いいものを選んでいくっていう方が、結果的にその長く着れて、経済的にも、良くなるのかなっていう、お得になってるのかなっていうふうには思いますね。そんな感じで、3月はですね、シューズを一つ買ってしまいましたっていう報告です。はい。で、もう暖かくだいぶなってきて、春になってきてね、なんか皆さんそろそろ春のワードローブを揃えたりとか、春服の準備をし始めたりしていると思うんですけど、僕はね、今年、やっぱり、その T シャツ関係っていうのかな、ちょっと薄いものとか、あとは軽いジャケット、レインウェアとかが結構ね、痛みが来てるんですよ。だからなんか、4月にね、また買わなければいけないかなみたいな、ちょっとそういうフラグが立ってはいるんですけど、でもなんか行けるところまで行こうかなとは思ってるし、あとね、今年はちょっとね、数を増やしてもいいかなって思ってたりするんですよ。なんか今までもう T シャツは基本的に4枚で行ってたんですけど、2枚2枚って感じ。そのヨガの練習着が僕は必要なんで、ほぼ毎日練習するんで、基本的にそのヨガの練習着っていうのはもう汗かくんで、絶対洗うんですね、毎日。で、だから日常的に使うものは2枚なんですよね。で、練習着が2つって感じだったんですけど、なんか、結構傷んではきてるんですよ、その練習着系のものは。だから本来であれば、何かその新しいものを2つ入れて、その練習着を2つアウトするみたいな感じで、物の数が増えないような心がけをするんですけど、なんか今年はね、なんか新たに T シャツを1枚入れて、で、他のものはもう捨てずに、あえて、ちょっとキープしたまま、5枚とか、6枚だとちょっと多いんで、練習着含めて5枚とかで、いけそうな感じはしてるんですよね。ちょっとね、アイテムがまだ見定まってないので、どういう風にするかはね、ちょっとこれから考えなければならないんですけど、ちょっとそんな感じで、春以降の、ラインナップについては考えてます。
で、またね、ちょっと定まってきたら毎年やってるような、ちょっとワードローブ紹介みたいなものも、一本作れたらなとは思っています。はい。そんな感じですかね。3月はね。だから、本当にね、なんか買ったものを覚えてるし、すぐ思い出せるし、で、これをね、ちょっとなんか、毎月続けるのもどうかなっては思ったんですけど、なんかね、ちょっと続けられるまで、飽きるまでやってみようかなとは思ってますね。今、1、2、3っていう3ヶ月間、結構来てるんで、順調にっていうか、で、しかもね、なんか、2月も結局基本的には、自分の仕事道具っていうか、デスク周りを整えてるんで、なんかね、そんなにもう無駄なものではないんですよね。やっぱその必要になったから買ってるっていう感じになっている。で、今回の3月に関しても、靴なので、靴はやっぱり履かなきゃいけないですよね。さすがに裸足で、走れメロスみたいな、感じでね、裸足でかけていくエクストリームミニマリストっていうのは、さすがにね、春で結構変なやつ出てきたなって感じに捉えられちゃうところもあるんで、ただ夏とかになるとね、ベアフットサンダル履くともうほぼ裸足みたいなもんで、これもう裸足でいいんじゃないかって結構思ってね、結構アーシングって言って僕よく公園とかで裸足になって、土の上とか草の上よく歩いたりするんですけど、なんかその延長線でもう裸足で暮らすっていうのも結構ね面白いのかなって思ったりしてるんですよね。結構気をつけなきゃいけないけどね。なんかいろいろ、尖ったものとか、犬とかワンワンの、とか、いろんなものが落ちてたりするんで、なかなか、トラップがたくさんあるんでね。この街中で結構裸足っていうのは、なんか自然の中で裸足っていうよりも、ちょっとリスクを伴うところがあるんで、そこはね、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、でもとにかくその必要なものだけを今まで買ってきてるので、なんかそれが、このチャレンジを自分の中で意識的に行っているせいなのかなっていうか、そういう結果が出てるのかなというふうに感じています。はい。ということで、もしね、続けている方はね、またコメントで教えてください。皆さんの3月の結果、いかがだったでしょうか？何か買いましたか？それとも3月も成功して何も買いませんでしたか？なんか前回もコメントいただいたので、2月も買ってない人もいましたよね、多分ね。1月、2月。これどこまで行くんだっていうね、これ1年間行けたら、本当に、ね、食料品だけで1年暮らしましたっていうのね、本当にエクストリームだなと思うんですけどね、僕はね、やっぱ結局、なんだかんだ買い替えとか、やっちゃってますね。そういう意味でやっぱり資本主義系ミニマリストっていうね、資本主義に飲み込まれてるミニマリストって感じにはなってます。資本主義の力を借りないと生きていけない弱い、弱まる、弱ってるっていう感じの。ということで話も散漫になってきましたので今日はこの辺で。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。